はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。玉ねぎ、舞茸、パイナップルにコーラ。今までお肉を柔らかくするためにいろいろなものに漬け込んできました。今回はコメントでも多くいただいている重曹を使ってお肉が柔らかくなるのか検証します。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回用意した重曹です。正式名称は炭酸水素ナトリウムです。よくクッキーやパンケーキなどに使われています。この重曹は加熱すると二酸化炭素を発生させ、その発生した二酸化炭素で生地を膨らませることができます。そして柔らかくなってもらうお肉がこちらの赤身たっぷりオーストラリア産牛もも肉です。見るからに硬そうなお肉ですね。お肉はよく動く部位が硬くなります。例えばこのもも肉は体を支えている部位なので硬いです。すねやネックなどもよく動く部位なので硬めになっています。逆にヒレやサーロインなどはあまり動かさない部位なので比較的柔らかいです。ただ牛は大きな体なので同じももでも柔らかい場所と硬い場所があります。お肉を柔らかくする方法は今まで何度か紹介していますが、1、物理的に柔らかくする方法。2、タンパク質分解酵素を使って柔らかくする方法。3、酸性やアルカリ性に pH を傾ける方法などがあります。重曹はアルカリ性の物質なのでお肉をアルカリ性に傾ける効果があります。そうすると水分を取り込み保持する力が向上し、保水力が高まるとお肉の筋繊維感が広がり、水分を多く保つことができるのでしっとりとした柔らかいお肉になるはずです。まずはボウルに水を入れてそこに重曹を加えます。重曹が溶けたらお肉を入れたジップロックに入れて経過を見ます。違いを比べるために何もしていないお肉と1時間、3時間、6時間、12時間漬けたものに分けて検証します。見た目で比べると12時間のものは一番水が赤くお肉の色が映っているのがわかります。6時間と12時間のものでも若干違います。1時間と12時間のものでは明らかに色が変化しています。それでは一旦中身を取り出してそれぞれ洗います。ということでキッチンペーパーで水気を拭き取り並べてみました。画面向かって左から何もしていないお肉、1時間漬け込み、3時間漬け込み、6時間漬け込み、12時間漬け込みです。お肉の状態を見てみると何もしていないお肉と重曹に漬け込んだお肉では色が抜けたり形がだれたりと変化が見られますね。舞茸やパイナップルなどのタンパク質分解酵素を使った時のような溶ける感じはありません。3時間と6時間を比べるとそんなに差はありませんが、12時間と比べると差は歴然です。水につけているだけでも色は抜けてしまいますが、実際にお肉自体は柔らかくなっているのか食べて検証してみます。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はファイヤーストーンウォーカーのマインドヘイズシトラスサイクロンを飲んでみます。このファイヤーストーンウォーカーはアメリカカリフォルニア州で1996年に創業されたブルワリーです。このマインドヘイズという銘柄はカリフォルニアのセントラルコーストを常に覆っている霧を意味しているそうです。缶のデザインもちょっと様子がおかしくて、台風の中をオレンジの顔になった男女が遊んでいます。ちょっと変態味を感じます。嫌いじゃありません。注いでみると濁ったイエローというかジュースのような色に近いです。みかんジュースっぽいフレーバーに柑橘の酸味がしっかりとあります。ポンカンやデコポンと同じ仲間のカリフォルニア産タンジェリンが入っています。少しカクテルライクな軽い感じなのでキンキンに冷やして飲みたいですね。それでは重曹漬け込み肉食べてみます。何もしていないお肉は想定している硬さです。しっかりとした歯ごたえがあります。これを基準に比較します。1時間、3時間漬け込んだお肉はそこまで柔らかくなっている印象はないです。6時間のものは若干柔らかく感じます。12時間漬け込んだお肉は何もしていないものと比べると柔らかくなっているのがはっきりわかります。繊維が弱くなっているような噛み応えです。味に関しては何もしていないお肉は血っぽさを感じますが、漬け込んだ方はそれが抜けていてよく言えば食べやすいです。悪く言えば肉っぽさが抜けて物足りなくも感じます。重曹より玉ねぎや舞茸の方がお肉が柔らかくなりましたが、手間を考えると重曹の方が簡単です。俺の塩島田をかけてみます。完成しました。早くバーベキューに持っていきたいです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。重曹漬け込み肉いかがでしたか？他にもお肉が柔らかくなりそうな食材あったら教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。
Twitter、インスタ、Facebook などでも塩やタレの販売の情報やお店の情報を発信しているので、よかったらフォローよろしくお願いします。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。